しょソニック。誰がホログラムで春節を祝うっていうの？こんな格好して準備したのに何のためだったの？ホログラムの服でよかったじゃん。タイムズチェンジだぜ。あの時代遅れの赤い張り紙とか干支の飾りとかもうオワコンだろ。しかも窓とか壁に貼った透明テープを掃除するのどれだけ大変か分かってんのか？まるでガムみたいにくっついちゃってさ、強くこすったら壁の塗装まで剥がれそうになるんだぜ。あの赤い張り紙や飾りは文化の継承なんだよ。毎年やってきた私たちの家の伝統なんだから。カモンテイルス、21世紀、いや25世紀に生きてるんだぜ。誰がそんな古いものにこだわるんだよ。ほら見てみろよ、まるでお年玉袋みたいな格好して。古くなんかないよ。ただ家をもっと春節らしくしたいだけ。それに赤が好きなの。普段履いてる靴だって赤でしょ。ソニックが履いてたから私も同じスタイルが好きになったんだよ。それにお年玉袋なんかじゃない。これは達年の新年衣装なの。去年は着られなかったけど。オッケー、今年は未年だから核を取っちゃえば辰も蛇になるよな。雰囲気のことならさ、ホログラムで何でも作れるんだぜ。家の中を一瞬で変えられるし、花火や獅子舞だって再現できるんだ。でもそれは本物じゃない。本物の感触、本物の匂い、本物の全部が欲しいの。一緒に飾り付けして一緒に雰囲気を感じたいの。機械が作る冷たい偽物の空間じゃなくて。ねえセラちゃん、二人を止めた方がいいんじゃないのだ。僕たちに止められると思うのだ。あの二人が本気で言い合いしだしたらまるで修羅場のだ。でもやってみるのだ。ねえ二人とも喧嘩はやめるのだ。ちゃんと話し合おうよ。無理。もうソニック、テクノロジーは私の専門分野のはずでしょ。今日はどうしちゃったの？急に伝統が嫌いになったの？俺は伝統主義者さ。でもその前に実用主義者なんだ。遠くに掃除のコストが張り紙自体より高くつくならな。もうあなって理不尽すぎ。お前こそ頑固なドーナツホールだぜ。貴様のドーナツホール、貴様の家族みんなドーナツホール。いいもん。私の手伝いなしで貴様一人でホログラム装置なんて作れるわけないもん。お前だって俺の手伝いなしじゃ張り紙や飾り付けなんて全部できないだろ。はあ、この二人は終わりなさそうだね。なんて子供っぽいんだろう。まあ二人とも落ち着いて。みんな家族なんだから話し合えばいいじゃない。そうなのだ。春節は家族団らんの日なのに喧嘩なんて縁起が悪いのだ。知らないよ。どうしてもそうするなら春節は別々に過ごすわ。二人はどっちについてくる？僕たちに選ばせないでよ。名目上はペットかもしれないけど自由な身だからのだ。本当にそうなるなら僕とズンちゃんは二人で過ごすから、あなたたち二人でゆっくり考えなさい。あのさ、決められないならデュエルしたらどう？デュエル？そう、いつも遊んでるみたいに BO1 で勝負。サイドデッキなしのだ。マスタールール OCG と TCG ミックス環境で最新の OCG リミットレギュレーション仕様のだ。負けた方が勝った方の言うことを聞くのだ。セラちゃんの言う通りなのだ。これなら喧嘩にならないし負けた方も文句言えないのだ。いいわ。デュエルで決着をつけましょう。どう？受けて立つ？断る理由なんてないぜ。でもテイルス、負けて泣いて逃げ出すなよ。逃げるのはそっちでしょ。絶対に私に勝てないわよ。覚悟しろよ、この虫野郎。徹底的に叩きのめしてやるんだから。やれやれ、やっと決着がつきそう。メインユニバースの他のみんなにも連絡して観戦に来てもらおうかなのだ。この世界の安定性は大丈夫なのだ。荒屋敷も呼ぶから心配ないのだ。それより心配なのは誰が負けた後で本当に約束を守るかどうかだね。レディーかティルス、デュエルが始まったらもう引き返せないぜ。手加減なしだからな。それは私のセリフよ、このバカ。叩きのめして私の達年コスチュームをバカにした暴言謝らせてやるんだから。お年玉袋に謝るつもりなんてないぜ。お前を殺す。聞こえた？お前を殺すよ。
グダグダ言ってないで始めようぜ。今回は絶対手加減しないからな。デュエル！よし、先行は俺がいただく。俺のターン。メインテイズ1、手札からフィールド魔法ルーンの泉発動。そんな反則みたいなデッキをお前までもがそんな汚い真似しやがるのか。それでもチエリストか。リアリストだ。なんかこの会話遊戯王 5Ds 第92話で見た気がするのだ。そうなのだ。その格好は何なのだ。冬なのに誰が水着なんか着るのだ。世はベックスじゃ。ベックスは寒さを感じぬ。というか、なぜ NGS がここでデュエル観戦しとるんじゃ。彼女は今テイルスと仲がいいんだよ。彼女？マジで。世の記憶ではテイルスは彼女のことを死ぬほど嫌っとったはずじゃが。和解したんだ。少なくともテイルスの一部とはね。彼女はテイルスの一部と私の一部を AI システムで作動する二次的なタイムラインに入れたんだ。この無限宇宙みたいにね。ほう。つまり彼女は貴様とテイルスと彼女専用のタイムラインを作って遊んどるというのに、世というテイルスの主宇宙での恋人は何も知らされとらんと。これは NTR というやつか。あなたは世の一つの側面よ。どうして自分自身を NTR できるというの。世は貴様なんかじゃない。世は貴様が嫌いじゃ。で、普段そこで何しとるんじゃ。セックスだよ。あ、そう。だから通常召喚先行の結果依蔵。続いて永続魔法ルーンの穂先発動。そして速攻魔法輝く炎ルーン。その第2効果を使用してエクストラデッキからルーンモンスターを特殊召喚。神々の一組より羽ばたき舞い上がれ。黒き翼今現れよ。誘導召喚起床せよ。ルーンの翼無限。この不義の服ちょっとエッチすぎない？手札から速攻魔法ルーンの穂先発動。デッキからまどろみのルーンを手札に加える。さらにお前のデッキの上から2枚を除外。速攻魔法まどろみのルーン。効果は関係ない。大事なのはお前のデッキの上から4枚を除外することだ。次に何が起こるか分かるよなテイルス。ルーンの泉の第2効果発動。墓地の輝く炎のルーンまどろみのルーン。ルーンの穂先をデッキの一番下に戻す。そしてデッキから3枚ドロー。魔法カード時をサクモルガナイト発動。このデュエル中手札のモンスターの効果は発動できないが、ドローフェースで2枚ドローでき1ターンに2回通常召喚できる。続いて永続魔法カオスキャラート。カードの種類を1つ宣言しお互いデッキの一番下のカードを確認。宣言した種類なら手札に加え、違えばデッキの一番上に置く。宣言するのは魔法カード。俺のデッキの一番下はルーンの穂先手札に加える。私のデッキの一番下は悪夢の拷問部屋だから手札に加えるわ。ラッキーだなテイルス。でも悪夢の拷問部屋なんでそんなカードをデッキに入れてんだ。カードを1枚セット。ターンエンド。私のターンドロー。メインフェーズ1魔法カード金満で謙虚な壺発動。エクストラデッキから3枚を除外。チェーントラップカード超重力の網発動。このカードがフィールドに存在する限りレベル4以上のモンスターは攻撃宣言できない。冗談でしょ。そんな古いカードまでデッキに入れてるの。シンクロゾーン使えばいいじゃない。引けなかったんだよ。ひどい人ね。ステッカーリュールーンデッキに先行の結果イソーと超重力の網のロック。卑怯すぎるわソニック。ハリネズミが悪くなきゃ狐は惚れないぜ。自分をスカージだと思ってるの？そんな傲慢なゼリフ吐いて。でも心配しないで。今日は相手への敬意の示し方を教えてあげる。というか今日は奥さんへの敬い方を教えてあげるわ。家には家のルールがあるでしょね。うわあの恐ろしい笑顔なのだ。テイルスがこの死んだような笑みを浮かべるってことは
もう怒り狂ってるってことね。チェーンして発動って言ったわよね。速攻魔法サモンチェーン発動。このカードはチェーン3以上でして発動できない。さあ最大3回まで通常召喚できるようになるわ。金満で謙虚な壺の効果で海流うららを手札に加える。でもサモンチェーンは速攻魔法だ。ルーンの穂先の効果でデッキの上から1枚を除外する。永続魔法悪夢の拷問弁発動。続いてフィールド魔法発動。トリックスターライトステージ。バーントリックスター、お前こそ言う資格ないだろう。それでもデュエリストか。私もリアリストなのね。ソニックくん、ライトステージの1効果を使用してデッキからリリーベルを手札に加えるわ。リリーベルの効果発動。このカードを特殊召喚。特殊召喚成功時速攻魔法ルーンの宝石発動。デッキから破壊のルーンを手札に加えデッキの上から2枚を除外。そして速攻魔法破壊のルーンの効果発動。悪夢の拷問部屋を破壊。ルーンの穂先の効果でデッキの上から5枚を除外。ルーンの泉の効果発動。ハルウララ。そういう使い方か。悪夢の拷問部屋が1枚だけだと思った。2枚目の悪夢の拷問部屋発動。それがどうした。手札は2枚しかないし金番で緊急な壺も使った。1ターンでバーンで倒せると思ってんのか。甘いぜこぎつね。次のターンデッキ切れで負けだ。それはどうかな。手札から通常召喚トリックスターキャンディナ。キャンディナの効果発動。デッキからもう1枚のキャンディナを手札に加える。続いて手札のトリックスターマンジュシカの効果発動。キャンディナを手札に戻してこのカードを特殊召喚。トリックスターは全て光属性天使属。つまり先行の結界像のロックは無効よ。もう一度通常召喚トリックスターキャンディナ。彼女の1効果発動。デッキからトリックスターフェスを手札に加える。現れよパラカウザルを導くサーキット。私はリリーベルとマンジュシカをリンクマーカーにセット。聖なる花よ光とともに希望の道を照らし出せ。リンク召喚降臨せよトリックスターホーリーエンジェル。手札から魔法カードトリックスターフェス発動。フィールドにトリックスタートークンを2体特殊召喚する。トリックスターホーリーエンジェルの効果発動100ダメージ。ライトステージの効果でさらに100ダメージ。悪夢の拷問部屋の効果で300ダメージ。くらえ。トリックスターデッキの一番嫌なところが始まったね。トリックスタートークン2体をリンクマーカーにセット。緑の舞台に多姫はマン永遠の輝きここに宿す。リンク召喚現れよトリックスターリバリディス。もう一度トリックスターエハーホーリーエンジェルの効果発動。トリックスターリバリディスの効果をチェーン悪夢の拷問部屋が4回発動して合計1000ダメージ。このダメージ音が不快だね。これが怒り狂った人間のすることさ。理解できないだろう。いや、よくわかるよ。特に別のタイムラインで NGS をまかって罵ってた時とか、世のすぐ側にいることは考慮してるのかい？お前が書いた展開だろ、ド M。キャンディナをリンクマーカーにセット。リンク召喚出てきなさいトリックスターコルチカ。さらに5弱ダメージ食らいなさい。忘れないでね。まだ通常召喚のチャンスが残ってるの。手札からトリックスターキャンディーナを表側攻撃表示で召喚。もうこのターン3回目の召喚じゃないか。彼女の疲れた表情が見えないのか。デュエルモンスターの気持ちを考えたことあるのか。うるさい。デュエルモンスターなんて道具でしかないわ。お前のモンスターが泣いてるぞ。泣くべきはステッカーリュールノンデッキを使う貴様みたいなクズや。キツネさん、普段はすごくいい人でおとなしい子かと思ってたのに、怒るとこんなに怖いんだ。普段がおとなしいから怒ると怖いのかも。そうなのだ。おとなしい人をいじめちゃダメなのだ。キャンディナの効果でデッキからトリックスターインカーネーションを手札に加える。リバリディスとコルチカをリンクマーカーにセット。リンク召喚降臨せよトリックスターノーブルエンジェル。
ホーリーエンジェルの効果発動タ、この500ダメージを食らいソニック。トリックスターノーブルエンジェルの3効果発動。効果ダメージを受けた時、フィールドの表側表示のカード1枚を破壊できる。もちろん選ぶのはルーンの泉よ。なあルーンの翼、クイーンの効果発動。このカードを除外してルーンの泉の破壊を防ぐ。なんだノーブルエンジェルで先行の結界位相を攻撃。戦闘ダメージ500とエフェクトダメージ250、たっぷり味わいなさいソニック。墓地残る地下の効果発動。トリックスターモンスターが戦闘で相手モンスターを破壊した時、このカードを除外して破壊されたモンスターの攻撃力分のダメージを与える。つまり900ダメージ与えるよ。まだ私のバトルフェーズは終了してないぜ。ホーリーエンジェルダイレクトアタック。いってなんてこった。わあ、世はテイルスがこんな怒涛の展開するの初めて見たぞ。金満で謙虚な壺の効果がなければ、ソニックはとっくに死んでたね。テイルスは1ターンで1万6000近いライフを削ったんだから。このキツネさんを怒らせないように気をつけるのだ。メインフェーズにソニック、もう立ち上がれないの？残念ね。 BO1 だからサイドデッキから他の結果依存をメインデッキに入れ替えることもできない。残念、本当に残念。降参しなさいソニック。さもないと私の前にひざまずかせて私のスカートの前で土下座させるわよ。それはさせない。もう死に体のくせに強情ね。まだ終わってないわ。現れろパラカンザルを導くサーキット。召喚条件はトリックスターモンスター2体以上。私はノーブルエンジェルとホーリーエンジェルをリンクマーカーにセット。清らかな百合の祈りまどろむ夜に溶けゆきて、いざな馬の花開かば美しき毒が咲き誇る。リンク召喚現れよトリックスターベラマドンナ。リンク召喚したベラマドンナはリンク先にモンスターが存在しない場合他のカードの効果を受けないわ。当ててみましょうか。貴様のデッキには結界像の他にはインスペクトボーダーみたいなカードしかないんでしょ。ベラマドンナの2効果発動。私の墓地のトリックスターモンスターの種類ごとに200ダメージ。墓地には6種類のトリックスターモンスターがあるから合計1000ダメージだよ。うわっ、カード1枚セット。これでターンエンド。俺のターン。ドロー。スタンバイフェーズ時にデバイスカードオープン。トラップカードトリックスターリンカーネーション発動。手札を全て除外して同じ枚数をドローさせる。でもこれが重要な効果じゃないわ。だって私の手札にドロールロックバードはないものね。続いてトリックスターリンカーネーションの2効果発動。墓地のこのカードを除外して冥府から蘇れトリックスターディーバリディス。ディバリディスが特殊召喚成功した時相手に200ダメージを与える。ライトステージと悪夢の拷問部屋の効果でそれが1000ダメージになるの。どうだソニック、お前のライフはもう風前の灯火だ。ベラマドンナを処理できなければ私のターンで負け。魔法カードを発動してもモンスターを召喚してもキャンディーナとディバリディスの効果でお前のライフはゼロになって負け。ソニック見てみなさい。今のお前ったら完全な敗北者みたいじゃないよ。その通りだテイルス。F だから速攻魔法ルーンの穂先発動。キャンディーナの効果で合計1000ダメージを受ける。
負けだ。お前の勝ちだよテイルス。やった言ったでしょ、私に勝てないって。終節初勝利はテイルスのものだ。ああ、俺は永遠にお前には勝てないさ、小ギツネ。なんか変よ。いや、気のせいだよ。約束通りお前の言う通りにするさ。さあ、壁紙マニを始めようか。ソニック、これってらしくないよ。さっきは言い過ぎちゃったけど、本当はいいんだよリトルバディ。兄貴をそんな強力な役だと思うなよ。これはただのゲームだろ。普段のデュエルだって勝ったり負けたりしてるじゃないか。でも、ちょっと待って、最後の手札って何だったの？あ、なんでもないよ。嘘、金色の玉が見えたわ。見せてよ。ノー、本当になんでも。うわこれはラーの抑神流スフィアモード？さっきのルーの穂先と。どうだソニック、お前のライフはもう風前の灯火だ。ベラマドンナを処理できなければ私のターンで負け。魔法カードを発動してもモンスターを召喚してもキャンディーナとティバリディスの効果でお前のライフはゼロになって負け。ソニック見てみなさい。今のお前ったら完全な敗北者みたいじゃないよ。へっ、そいつはどうかな。手札からやっと運命を受け入れる気になった。フィールドの3体のモンスターをリリース。前のフィールドに通常召喚。ラーのよく侵入スフィアモード。貴様のデッキに鳥の卵。貴様バカ変態うるさい。これで勝利の方程式は全て揃った。速攻魔法ルームの穂先、デッキから黄金の雫のルーンを手札に加え、デッキの上から2枚を除外。ルーンの泉効果発動。墓地から3枚のルーン速攻魔法を回収し、デッキから3枚とローン。継続魔法カードスキャナーの効果発動。宣言するのは魔法カード。そした俺のデッキの一番下は破壊のルーン。私のデッキの一番下はトリックスターフェス。速攻魔法破壊のルーン効果発動。フィールドのトリックスターライトステージを破壊し、デッキの上から5枚を除外。これで終わりだ。速攻魔法黄金の雫のルーン効果発動。私のデッキ残り5枚。黄金の雫のルーンの効果はデッキから1枚ドローしてデッキの上から4枚を除外。そんなバカな。これでお前のデッキ枚数は0だ。俺はこれでターンエンド。俺のミンチだテイルスちゃん。私の負け。本当はそうなるはずだった。ルーンの泉でドローした3枚すら使わなくても手札の2枚だけで私を倒せた。でもどうしてソニック、どうしてそうしなかったの？君は決して諦めない人なのに。まあ大抵の場合はね。貴様、エレックマンが送り込んだ LMD でしょ。本物のソニックはどこに連れて行ったの？言いなさい。彼の髪の毛一本でも傷ついてたらすぐにウォーマインドのアボーレントインペラティブを起動してイオンキャノンと全てのウォーサットであなたの地上の要塞を粉々にしてやるわ。うわ、落ち着いてテイルス。本物のソニックだって。さっきの君は全身の毛が逆立った妖怪キツネみたいで、正直俺が勝ってたら君は本当に家出するかもって。だから言ったじゃん、そこまでする必要はないでしょ。俺たちは世界一の相棒、そして恋人なんだ。これこそが友達や恋人がすべきことじゃない？相手が譲らない化け猫みたいになってたら一歩引くのも悪くないでしょ。
俺らだって神様じゃない。相手を怒らせちゃう欠点の一つや二つあるさ。それにこれからもたくさんの春節を一緒に過ごすんだし、生活っていうのは今回は俺が我慢して次は君が我慢するってことじゃない？私がそんなに度量が狭いみたいに言わないでよ。このバカハリネズミケチ。へえ、さっきまでバクケしてたケチが俺のことケチって言うんだ。生意気ね。噛むわよ。やめろって。お前の牙すっごく鋭いんだから。でもごめんね、さっきは本当に怒りすぎちゃった。最初の俺だって同じさ。だからチャラ？うん、チャラだぜ。こんなに甘やかしてくれてありがとね、ソニック。決着ついたのだ。でもソニックが自分から負けを認めるなんて意外なのだ。へへ、たまにはね。中将第一、勝負や二の次さ。特に俺の可愛くてわがままツンデレ嫁の前ではね。だって俺が命を預かってるのは数回どころか数百回かもしれない。この人生もうよからえないだろうな。だろうテイルス。本当にそう思ってるといいわよ。でもね、よく考えたらホログラム装飾も悪くないかも。決定権も私にあるんだから、君が編んでいくことにするわ。実は伝統的なのも悪くないと思うんだ。セチュアマドはホログラムで伝統装飾をサポートする。いいアイデア。じゃあ始めようぜ。夜までに終わらせなきゃ。先週私が渡した材料リストで買ったものはどこ？あ、でもどの材料リスト？新聞みたいなやつね。あ、チリドッグを包むゴミ紙じゃなかったっけ？もう、殺すわよソニック。お前はもう死んでいる。今からどこで材料買えばいいのよ。異常は昨日から休みなのに。私たちの計画台無しじゃない。今日こそ貴様殺してやる。このクソハリネズミ待ちなさい。うわあ、やめて。ヘルプミーっつった。狐にハリネズミが食べられる。ああ、やっぱりこういう結末になったのじゃな。世の中が普通にみんなで餃子を作る結末なんて書くわけないってわかってたよ。セラとズンダモンが集中に戻ったら餃子屋に行く予定なんだ。私も連れて行ってね。ヨとテイルスも行くぞ。どうせこの無限宇宙では彼とソニックは餃子が食べられそうにないしの。エミーの家に行けるわよ。マジか。マジよ。クリスマスの時もそうだったでしょ。世は既存のシーンを修正したくないの。面倒くさいから。それが本当の理由なのじゃな。とにかく皆さん、この拷問のようなデュエルを最後まで見てくれてありがとう。新春おめでとう。新年もルーンの泉を飲んだみたいに幸せな一年になりますように。お前が飲んでよ。